ではどうぞ。はい、皆さんこんにちは。マミリーランドのマミです。今日は2025年に入って初めてカメラの前で話してます。今日はね、オーストラリアのおうち事情についてちょっとお話ししていけたらなと思います。私も家を買いまして、建てまして、で、それも理由があって建てたのと、あといろんなことを経験しながら、人生で初めての家をオーストラリアで建てました。日本で自分で持ち家なのなかったんですけど、オーストラリアで人生初の家を持つことができました。それに至った経緯とか、オーストラリアのおうち事情にね、ついて教えてほしいっていうコメントも少しいただいたので、今日はそれをお話ししていきたいと思います。興味のある方は最後までどうぞご視聴ください。今回ね話していく中で、ちょっと写真とかも交えながらどういう過程でね、この家が建っていってる段階の写真とかそういうのもちょっとお見せしながらお話ししていきたいなと思ってます。それではどうぞ。はい、それでは一つずつお話ししていきたいと思います。まず一つ目はなぜオーストラリアで家を買おうと思ったのかっていうことですけれども、答えはシンプルで資産運用のためです。で、私もここではっきり言っておきますけれども、全然不動産系女子とかではないんです。全くその不動産にもともと興味があったわけでもないですし、今も別にそんなに興味があるわけじゃないんですけども、金利のこととかもすごく詳しいわけではないので、私がここでお話しできるのは私が実際経験したこと聞いたことそれだけです。なのでもしそういうのに詳しい方がいてそこは違うよっていうところがあったら訂正していただいたら嬉しいと思います。間違ったことを言うつもりはないんですけれども、私がそういうふうに聞いて実際に経験して今に至っている経緯をお話ししていけたらなと思います。オーストラリアは基本的に土地の値段というかその家を購入したら売る時にはその買った時よりも値段が上がっているっていうのが普通です。で、もともと最初家を買う前は英語の勉強法について多分上げた時の動画で言ってるんですけど、基本はシェアハウスとホストファミリーのハウスとずっと住んでました。でも、その後4年ぐらいかな、自分で賃貸で家を借りて住んでたんですけれども、その時に周りの方たちに言われたのが、そんなね家買っても同じぐらいの賃貸でも結構高くってで同じぐらいの値段を払うんだからそれだったら買った方がいいよって言って、で今払ってる賃貸のお金はそこの家の人のローンをあなたが払っているのであって、将来あなたのためのものには一切ならないから、ただお金をね払って済ませてもらってるだけで、あなたのこの今後の将来のためにはそれは何にも得にならないから、買えるんだったら買った方がいいよって言われたのが多分きっかけで買うことを考え出したと思います。確かに今買ってで、私今ここ新興住宅地でもうどんどん家が建ってるところなんですけれども、確かに家の値段が上がるっていうよりかは多分土地の値段が上がっていってるんだと思うんですけど、本当にもう私の家のすぐそばの今もどんどん開発されてる土地で、例えばここの土地が今回リリースされましたとかって言ってお知らせが来るのを、ちょっと興味本位で見てみたら、本当にもう同じぐらいのサイズで、本当に目と鼻の先でここからまた歩いていけるぐらいの場所の土地が私が買った時よりも今はもう倍になってます。何千万って上がってます。もう何千万単位でもう土地自体が上がってるので、実際買ってそうやって聞いて家を買って実際それを見て、やっぱりそうなんだって思いました。多分コロナがあったので、コロナだと一気に全てね物価も上がって、資材とかもね、資材の値段とかも上がってるので、そこで一気に上がったんですけど、
これから同じようにねどんどん上がっていくってことはないと思うんですけども、よっぽどのことがない限りだけど、不動産系の方とかの話を聞くと、詳しい方とかその不動産で働いてる人とかの話を聞くと、ちょっと下がるか落ち着くかにはなると思うけれども、どんどん下がっていくってことはないと思うって今のところは言われてます。なので、家を購入していれば銀行でお金を預けてよりかは将来のためのお金になっていくっていうのがオーストラリアでは普通オーストラリアではそうやって資産運用をしている方がとても多いです。なので同じ同僚の看護師の同僚の方とかでも2個ぐらいかな2個資産運用用に自分が住んでるとはいえ別にさらに資産運用用に家を持ってて、でそれを誰かに貸してっていう風にやってる方は結構周りにいます。やっぱりそれはみんなやってて、日本でも今資産なんか NISA とかねいろいろ資産のことを運用するのがなんかすごく流行ってるって聞くんですけど、私がいた時はそうなんよりかは、銀行にね普通に預けてることの方が多かったんですけど、こっちの方は銀行に預けるというよりかは何かそういう資産活用でそっちにお金をかけて将来もう物価が上がったりそういうのでお金の管理をしているっていう方が多いように私は思います。なので私も家を買ってそれを資産用もその時はまだクリスと出会ってなかったので、もう一人で犬と猫と私はこのオーストラリアの土地で生きていくって決めてたので、そのためには自分の城が欲しくって買おうと思いました。それが一番の理由です。で次に、家を買う方向で考えていきました。だけどやっぱりどうしてもお金がいる、頭金がどうしてもいるので、その頭金をじゃあどういうふうにして貯めていったのかっていうのを私が貯めた方法をねお話ししていきたいと思います。4年間自分で家を賃貸で借りて住んでました。で最初住んでたのは一人で住んでたんですけど、結構大きめの家を借りてしまって、で古かったんですけど、めちゃくちゃ古かったんですけどちゃんとファミリー用の家でトイレとシャワーも2つあって別々であって、私の部屋はオンスイートって言って自分の部屋にトイレもシャワーもついてるっていうメインの部屋があって、あと子供たち用とか来客用とかの部屋が2つあって、その3部屋でリビングとあとさらにファミリールームみたいなところがあるような、庭も大きくってだけどめちゃくちゃ古かったんです。だけどすごく立地が良くって、スーパーにも歩いていける。で、バス乗り場にも歩いていけるっていう、かなりいいところで、あと職場からもめちゃくちゃ近くって。で、そこに4年間住んでました。で、最初の頃はもう一人で住んでたんですけど、もう借りた時もお金あまりなかったんです、実は。だけど、最後ホストファミリーのとこに住んでたんですけど、2年半ぐらい住んでたホストファミリーの家があって、だけど英語のね勉強のためにと思って住んでて、でよくお世話になってたんですけど、やっぱりもうナースとして学生じゃなくなって看護師になって働き出してフルタイムでってなったら、やっぱり勤務シフト制だし、朝も早いし夜も帰ってくるの遅かったりとかって、でちょっと迷惑ね、朝早くすごく出ていくのもやっぱ物音立っちゃうし、であとはやっぱりだんだんこれもないものねだりで勝手なものでその生活に慣れてくると、で英語もちょっと普通の生活ではできるような英語でね、ちゃんと英語ができるようになってくると、今度はあれですね、やっぱ40も過ぎてるので自由が欲しくなって、でもう出ていきました。でお金ちょうども働き始めてたし、お金もちゃんとコンスタントに入ってくる感じだったので、これぐらいだったら住めるかなと思ってそこに住み始めたんですけど、結構家賃やっぱ一人で払っていくってなると高くって、ホストファミリーの家だったら電気もガスも込みで全部やってくれてて、食費はもう最後の方は自分で買ってましたけど、
やらせてもらってたし、今度はさ自分で住むとなるとその家賃が結構ね1週間で$370だったかな。だから今1ドル1円で計算しても37,000円ぐらいを1週間に払ってたので、2週間で74,000円ですね。だいたいそれぐらいを2週間ごとに払ってて、でプラスもう自分で住んでるので電気代、水道代、ガス代、インターネット代、そういうのも全部自分で払っていかなきゃいけなくなって、結構お金貯めるの難しいなって思いました。でもそうやって自分で住みたいなと思い出してたので、ハウスメイトをね、一緒に募集して、住んでもらいました。何人か住んでもらっても、それももう本当いろいろあって、ここではちょっと端折りますけど、結構問題もあったりして、最終的にはその最後に一緒に住んでたホストファミリーの息子さんが一人暮らしをしたことがないっていうので、マミのところだったら安心して住めるからっていうので彼が住んで、さらにその最後にはその彼の彼女が住んでって2人で生活をねやってみたいっていうので2人住んで、私だから3人でその家で最終的に最後1年半ぐらいかな多分住んでました。だから彼女と彼に家賃私に払ってもらって、でその残りの足りない分の家賃は私が補足して、であと電気代もガス代も水道代も全部3人で折半してたので、それでだいぶお金が貯まりました。彼女たちが払ってくれてたので。でそこはもう助け合いしながら、あと掃除とかも分担しながら、ちょっといろいろそこもありましたけど、結構若いカップルだったのでね、片付けがちょっと行き届かなかったりとかして、揉めるまではいかないですけど、ちょっと話し合いをしたりとかっていうのをしながら、それでももうその時は自由よりもお金を貯めるっていうことに焦点を置いてたので、最後まで彼女たちに住んでもらいました。で、それプラスあともうお給料が出たらもう自分で使うお金、貯めるお金もう全部その時のもうバジェットを決めて、もう今日この2週間ごとにお給料が出るんですけど、この2週間でもこの金額しか使わない、基本的には。どうしても出るお金とか行かなきゃ、ね、買わなきゃいけないものとかができた時は貯金から下ろしますけども、基本給料が出た時点でこんだけは貯金しますっていうふうに決めてました。で例えば何かが欲しいものがあったりとかしたら、即決はせずにちょっと考えて、これ本当にいるかなって考えて、で大体ね 2,3 日経ったらその熱って冷めてるもんで、なんかいらないかもって思って結局買わなかったりとかで、そういう風にしてなるべくこのお金を使わないように気をつけてましたね。でもなんかどうしてもそのストレスが溜まったりとかした時はバッて買い物もしてました。一回カメラも買いましたね。一眼レフとのカメラがすごく好きで、すごくハマってた時期があって、なんか一眼レフのカメラをちょっと新調したり、やっぱそういうなんかずっと買わないのもストレスなので、たまにご褒美で買ったりはしてましたけど、そんなしょっちゅう毎回給料が出るたびに何かを買うというような生活はそこでは控えてました。オーストラリアは日本と違ってお金は貯めやすいと思います。なぜかというと、特に使うところがないからですね。特にアデレードかな、アデレードで、特に私はアデレードの中でも割と端っこの方ですね、シティからは離れて住んでるので、お店自体がまず外食するとこもそんなにない、で外食したら高いので基本的には自炊するから、で結構割とオーストラリアの人って家族と過ごすのがメインなので、なんかその女子会で遊びに行ったら、多分私がそういう割と子持ちの方とかが働いてるようなクリニックなので、その若いなんか20代とか30代の方はあんまり働いてないので、だからその日本だったら勤務が終わったらちょっと飲みに行こうよとかってなったりとかっていうことは基本的にはないですね。もうみんな勤務が終わったら家に帰る、子供がいる方はもちろん家に帰る、普通に子供がいなくてももう家帰って家族と過ごすっていうのがなんか普通で、その
仕事が終わって今からご飯行こうっていうことは多分今まで一回もなんかお茶行こうはあったかもしれないですけど、なんか今日ご飯行こうとかっていうのはもうほとんどないですね。だからもう直帰します、家に。でもうあとは自分たちの時間なので、もう基本的にご飯も家で食べますし、そんなにお金使うことってないです。週末そのシティとか行ったりしたら使うぐらいで、その日々の中でそんなに買い物に行ってそんなに服買うこともないし、こっちは看護師はみんなユニフォームで出勤しますので、その出勤時の服も別にいらない。なんか日本だったら電車通勤とかだから毎日ね服とかも考えなきゃいけなかったですけど、ユニフォームも朝起きたら着たらいいっていう感じなので、特に服にこだわりもない。なのでそういう意味でオーストラリアは割とお金が貯まりやすいのかなとも思いました。使う機会があんまりないような気がする。そのよっぽど趣味があるとかもすごい高い服とかそういうこだわりがあるものを買いたいとか、そういうの以外では貯まりやすい方なのかなと私は思います。その頭金を貯めたのちょっと補足ですけど、家を買うってもしホストファミリーの家を出る前に決めてたら多分私出なかったと思いますね。やっぱ一人で住むのも自由を求めてたんですけれども、もし家を買うって言って本当に目標がそこにあったら、多分そのままホストファミリーに住んでた方がお金もめっちゃ貯まったと思います。もしそれだったら絶対家出なかったと思うんですけれども、出てからねそういう本当に家を買おうかなっていうふうに考えが変わったので、それはちょっともしこれからねオーストラリアでそう家を建てるとか頭金を貯めようとしてる方とかがいるんだったら、もしそれはどっかシェアハウスとかそういうとこで住めるんだったら、そっちの方が自分で家を借りるよりかはお金は貯まりやすいと思います。私もその最初ホストファミリーを入れて自分で借りる時も本当最小限のお金しかなかったので、それこそそのお金を貯める云々の前にベッドも買えなかったですね。ベッドフレームなくってマットレスだけで結構何ヶ月かぐらい生活してましたし、家具も新品のなんて買わなくって、全部中古品の安いのを買って、そういう生活をしばらくしてました。そうしなきゃいけない、そうせざるを得なかったのもあるし、節約の意味もあったし、それぐらいあんまり私が一人暮らし始めた頃はそんなにお金もない状態で始めたのでね、もし本当に貯めたいんだったら、そういうシェアハウスとかホストファミリーとかそういうところでステイしてる方がお金は貯まりやすいかと思います。はい。で、頭金が貯まりだしたっていうところで、そしたらそろそろ家を本格的に買うという目標に向かって動いていかなければいけないっていう時期になって、で、知り合いからそのローンを組むのに助けてくれるブローカーさんですね。ブローカーを紹介してもらったので、その方に最初は会いに行きました。そのローンを組むにあたって。でも全く分からなかったので、どこの銀行がいいとか。で、自分が使ってる銀行もあったんですけど、なんかブローカーさん通した方がなんか結構いろんなこと知ってるし、その銀行さんとも顔見知りでその融通が効いたりするからいいよって言われて行きました。で、ブローカーさんとの、面談は全部タダでしたね。お金はいらなかったです。多分ブローカーさんはその契約が取れたらその銀行さんからいくらかもらうんでしょうね。だからそれで利益を得てるんだと思うんですけれども、実際の話し合いに2回ぐらい行ったかな。行った時のは全部タダでした。私は一切お金払わなかった。で、その銀行の方にこれぐらいの今頭金があって、でこれぐらいの時期に買いたいなと思って、将来買いたいなと思ってるんですけど、なんて言ったら大体、それぐらいだったらこれぐらいは借りれるんじゃないかなっていう大体の値段をそこで出してもらいました。で、あと看護師警察と看護師はもう基本的にはローンがおりますって言われて、信頼が厚いですって言われて、で、その人にそうやって言われたので、安心してました。でもそのブローカーさんが、このパッケージがいいんじゃないかっていうパッケージを出し
てくれて、でそれに全部申し込みしたんです。必要書類とかも全部揃えて、で大丈夫だよって言われて待ってて1ヶ月ぐらい待ったのかな。そしたらちょっとリサーチ不足だったみたいで、そのブローカーさんのなんか降りなかったって言われたんですよね。なんかあなたの場合ちょっとねダメだったって言われて、待ったのにと思って、でなんかちょっと不審になったんですよね、その人に対して。なんかと思って、でなんかまだ大丈夫とかって言われたんですけど、ちょっとなんか私の直感がですね、嫌だと思ったので、もうブローカーさんそこでやめました。なんか自分で動こうと思って、で自分がずっとオーストラリア来た時から使ってる銀行の方に連絡して、こういうふうに考えてるんですけどって言ったら、快く受けてくれて、大丈夫だと思うけどねって言われて、でその方にも最終的にお願いしました。でこのぐらいの頭金と、あとこれぐらいまでは頑張って貯めてほしいって言われたのと、あと銀行も例えばローンを組むっていうのは、その総額のローンの 10% の頭金を入れたら銀行に対しての保険を払わなくていいんですけど、その時はですね、多分今も変わってないと思うんですけど、例えばその頭金がそのローン総額の 10% に満たなかったら、その銀行に対してのローンの保険っていうのを追加で払わなきゃいけないんですよ。だから結構その 10% 足りないってことは、そんだけ銀行から借りるお金が高いってこと、多いってことじゃないですか。だからその分銀行さんも保険をかけなきゃいけない。でその保険をかけなきゃいけない、その保険代は私たちが払わなきゃいけないっていう仕組みになってたので、その 10% を絶対貯めようと思って、それはなんとか貯めれました。最後ちょっとね、母に助けてもらったんですけど、ちょっとだけ追加してもらって、でなんとか作ることができたって感じでした。でその銀行の方からも大丈夫でしょうっていうことで進めていってもらいました。でも途中で一回なんか大丈夫って言われてたんだけど、なんか結構ギリギリかもって言われてたんですね。でもここでミラクルが起きたんですけど、ギリギリかもって言われてたんですよ。でなんかもう僕も最後まで頑張るけどね、諦めずに頑張るけどねってその銀行の方がずっと言ってくれてて、でもうちょっとなんかねギリギリなんだよねって最後の最後まで言われてました。でもう全部出した後で、書類を全部出した後に、でその審査をするのに直近2回分の給料明細を出さなきゃいけなかったんですね。でそれを出してた。でもその出した後に私はどこの回で言ったのかな、どこの回かで言ったけど今のクリニックで昇進したんですね。レベル1からレベル2っていう看護師のレベルがアップして、でそこで給料がポンって上がったんですよ。でそれがその時だったんですね。で上がってレベルが上がって給料も上がって、それが審査中だったんですよ。で銀行の人に、私昇進したんだよ、だから給料が上がったから最近の給料明細出そうかって聞いたら、じゃあ出してくださいって言われて、でそれを出したら通ったんです。でそれがなんかもうお見事って言われて、もうあれで通りましたって言われたので、もう本当に最初私昇進も本当は断ろうかと思ってたんですよ。それはなぜかというと責任が重くなるからですね。でほとんどの勤務でリーダーをしなきゃいけない。私はそれも絶対無理って思ってたので、だけどそれはもう周りの人からもみんなからもそれは断らない方がいいって言われて、やるだけやってダメだったらやっぱり無理でしたって言った方がいいよって言われたので受けたんですよ。だから受けて正解だったなと思って、本当にだからそこで給料がボンって上がったので、審査がそのローンが最後取ったの。ここは本当に奇跡が起きたなと本当に思ってるところです。はい。で、次は家が完成するまでの経緯ですね。で、まず家を建てるにしても土地を見つけなきゃいけないですね。で、それが一番でした。で、最初中古物件見に行ってたんですけど、中古物件はちょっと買えないな、高かっ
高くて買えない。でそうしたらみんなに周りの人から家買った方が安いよ、自分で建てた方が安いよって言われて、最初ちょっとよく分からなかったんですけど、普通に考えたらね、新築で家買った方が高いじゃないって思うんですけど、それはまた後でお話ししますけど、それで結局その家を新築で建てた方が初期費用が安上がりっていうことが分かったんですね。で建てることにしました。でそしてもう今住んでるところ新興住宅街で、その時からどんどん建ててたので、モデルルームがいっぱい並んでるストリートがあったんですね。そこにいっぱい建設会社が軒を並べて新築物件を見せてて、でそこにノックして見て回ったりとか、モデルルームを見て回ったりとかしたら、この家がいいなとか言ってのも話です。でもう全部の建設会社にとりあえずノックしました。でこういうふうに考えてるんだけど、予算はこれぐらいなんだけどみたいな感じで、この家どういう家のプランがあるかとかっていうのを聞いたりしてて、でどこに行っても土地あるのって言われて、ないです、まだないですって言ったら、まず土地だねって言われて、土地見つけてからじゃないとその土地の広さもわからないし、どんだけの家建てれるかもわからないし、確かにと思って、で土地を探そうと思って、でも僕たちのとこ今土地ないんだよねみたいな感じで、土地を見つけるのがまず難しかったです。何個かもうどの建設会社行っても、今のところちょっと僕たちが持ってる土地ないんだよねとかって言われたりしてて、で結構最後の方に行ったのがこの自分の家を建てた建設会社だったんですけど、そこノクして、でまず土地がないからなんだけどって言ったら、土地あるよって言われて、でその方に今ここが空いてるよって言われたのが今のここ自分が建てた家のところなんですけど、でそこが今一人ちょっとホールドしてる仮押さえしてる人がいるけど、もう君の名前次に書いておいてあげるって言われて、その人が今日か明日までに返事しなかったらキャンセルになるからって言われて、次の日にキャンセルになったからどうする？押さえとくって言われたから、押さえときますって言って押さえて、ここね角その一角の中の角なんですよね。だからすごく私は嬉しくって、ですぐ押さえました。でもそこの建設会社に家のプランもお願いしてっていう形で、家のプロセスが始まっていったんですけど、何回か話し合いを重ねたり、あとその建設、設計士の方と何回か予約取って面談して、どういうプランがいいかっていうので、こういうことにここにこだわりたいとかっていうのを言ったりとかして、最終的にプランができてっていうので進んでいきました。でまず土地を自分のものにならなきゃいけないので、土地を買う手配を進めていって、土地が自分のものになりました。でそしたらもうその土地が自分のものになった日から、まず土地代は払っていかなきゃいけないです。もうそこでもう家のローンは始まりました。土地が自分のものになった時点で。で土地代をずっと払っていきました。でそしたら今度家の工事が始まっていくんですけど、それももう本当にいつ始まるかわからないような感じで、その家の工事が始まりました。そしたら、5段階に分かれてるんです。そのなんかフレーズみたいな感じで。で、その1、2、3、4、5。で、5段階の全部が終わった時点でもう家が完成ですよっていうなんかフレーズがあって、で、そのフレーズが完成するごとに建設会社から請求書が来て、で、それを銀行に提出して、ローンが上乗せされていくっていう形でした。だから一番最初のコンクリートの土台ができたら、そのコンクリートの土台分のお金をもうその時から払っていくんです。家に住んでなくても。で、だから例えばそのコンクリートの土台ができました。だけど家の枠組みまでだいぶ時間がかかりました。それでもどんだけ時間がかかろうとも、もうできたものは払っていかなきゃいけないので、遅れれば遅れるほどなんか住んでないのにローンはずっと払っていかなきゃいけないっていうような状況が続いて、私の場合は土地を買ってから18ヶ月かかりました。家の鍵をもらうまでに。でもこれは早い方だって言われてて、私がちょうど契約した後にコロナになったので、私は本当コロナで値上がりする前に契約してたのでよかったんですけど、
そのコロナがあったので結構資材が届かないとかでもう遅れになって、もう今だったら多分2年以上は普通に新築の家かかるらしいですけど、それでも18ヶ月その時かかりましたね。だから言ったら18ヶ月住んでない家のローンをずっと払ってて、プラス賃貸も払わなきゃ、その家には住めないので、その時住んでる賃貸の家も払いながらで、ダブルですよね。だから二重でローンを払ってるような感じの状態が続きました。ラッキーなことに最後7ヶ月ぐらいはもう賃貸の契約を切って、でちょうど契約の切れ目だったのでもう更新せずに切って、でその時にはもうクリスと出会ってたので、もうクリスの家に住まわしてもらって7ヶ月今の家ができるまで。だから家賃はそこで抑えられましたね。クリス様々でした、その時は。なんで、オーストラリアではそういうふうに、家を建てる経緯ではね、ちょっとずつローンが上乗せされて、最終的に家ができたら全部のローンが、はい、ここで完成しますっていう仕組みになってました。はい。では最後に、オーストラリアの、家事情あるあるなんですけど、なんでその新築で建てた方が、安上がりになるのかっていうのは、基本的にお金がある人は除いてですよ。平民、私たちのような平民はですね、家ができたらいいんです。だから、家ができて鍵をもらうときには、もう本当に家のシンプルなものしかできてないです。だから、その家の周りにあるコンクリート、歩くところですよね。みんなが歩くところのコンクリートとかで補強しなきゃいけないんですけど、家の周り全部ですね。だからそれもできてない。で、それはね、プランに含めてたらいいんですよ。建設会社と。もうそれは私はコストを抑えるためにしなかったので、コンクリートも自分で後からしなきゃいけない。あと、ドライブウェイっていうんですね。車で道路から自分家の駐車場に行くまでの間の道とかもみんなコンクリートとかをするんですけど、それもない、フェンスもない、あとカーテンも基本ない。で、そういうのは全部後からみんなまずは住める状態で住んで、お金を貯めたらなんかちょっとずつ完成していくっていうのがなんかオーストラリアではあるあるですね。だから私ももう今で2年ちょっと住んでるんですけれども、まだ完成してないですね。まだ洗濯室とかもまだやらなきゃいけないことあるし、あと庭に倉庫もまだつけて出てないですし、で今やっと家の前の庭をやり出しましたっていう、それぐらいもう今私もここ何回も言ってますけど、新興住宅街で私の家の周りでも家の前の庭が完成してるのは半々ぐらいですね。結構まだみんな完成してなくって、草ぼうぼうのままで住んでたりとかって、だからみんな後からして完成していく。だからその初期費用は抑えられるのはそういうことです。家の枠組みだけさえあればみんな住むので。例えばカーテンだって家全部入れようと思ったら100万ぐらいやっぱかかるので、私もカーテンを後からしました。だいぶ経ってからカーテンつけました。ブラインドはやっぱり外から見えるのでやらなきゃいけないなと思ってブラインドだけは早めに入れましたけど、それでも1ヶ月ぐらい注文してからかかったので、その間はなんかIKEA でね買ってきた簡易のなんか遮光フィルターみたいなのを貼って、でとりあえず外からは見えないように、だからしばらく窓開けれなくてね、暗い状態が続いてました。そういうのもあったし、あとだから私はその IKEA の使ってましたけど、結構みんな新聞紙をも窓に貼りまくってカーテンが来るまで。そういうのが普通ですね。結構新聞紙貼ってる家めっちゃ多かったですね。で、そうやってちょっとずつ完成させていくっていうのがオーストラリアスタイルみたいで、だから私も初期費用がそれで抑えられたっていうことですね。はい。ってことで今日はオーストラリアのね、おうち事情についてちょっとお話をしていきました。アメリカンドリームならずオーストラリアンドリームっていう感じで、私はすごく自分でもなんか家を買ってなんかすごくやり遂げた感はありますね。今も安心してオーストラリアで住んでいけるなっていうのが一つ。
あとは自分のね城があるっていうのがすごく嬉しいですね。シェアハウスとかだったら他の人に気を使わなきゃいけないし、なんか賃貸だったらやっぱりなんか家汚したら嫌だなとかっていうのもあるし、なんか自分が好きなようにできる家を自分で持ててるっていうのはすごく幸せだなと思います。今年私も50になるんですよ、もうすぐしたら。で40でオーストラリアに来てもうすぐ50になるっていう節目で、多分今年はねまた私の人生がちょっと動くと思うんですよね。動きそうなので、またそういうのも、ここでねお話できたらいいかなと思ってるので、またいつも見てくださってる皆さんとか、また今日初めての皆様とかも、また楽しんでもらえたらなと思います。それではまた次回で。バイバイ。